様こんにちは、セリナです。今回は3月1日発売、大注目のディオール新作ベースメイクアップアイテム、ディオールスキンフォーエバーグローマキシマイザーオンライン限定色含む全5色と、ディオールスキンフォーエバートーンアップグロークッション全2色をご紹介していきます。ディオールのベースメイクの中でも特に人気のフォーエバーシリーズからリキッドタイプのハイライトが登場ということで、発売前からかなり話題になっていたアイテムですよね。今回はオンライン限定で発売されているロージーのカラーを含む全5色を全色レビューしていきますので、少しでもカラーや質感の参考になれば嬉しいです。またこちらのハイライトはベースに仕込んだりチークに使ったり目元にも使えるアイテムとのことでしたので、いろいろな使い方パターンもご紹介していきます。同時発売の UV クッションも下地としての使用はもちろんメイクのお直しとしても使えるアイテムとのことでしたので、仕上がりや質感はもちろんお直しで使った状態もご紹介していきます。またこちらのチャンネルでは他にも各ブランドの新作コスメのご紹介や人気のファンデーション比較、3月27日より価格改定をするシャネルのレベージュパレットルガールの全色レビュー、またサブチャンネルではリクエストいただいた内容などをアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。今回ご紹介していくのはこちら、ディオールスキンフォーエバーグローマキシマイザー、ピンク、バーリー、ゴールド、ピーチ、そしてオンライン限定色のロージー。ツヤと透明感、立体感も思いのままに。みずみずしい輝きが肌に溶け込み、一日中光を味方につけて、肌も顔立ちも美しく。ディオールフォーエバーから初めて光の雫を閉じ込めたようなリキッドハイライターが登場。ベースに目元にチークに透明感を引き立てたい場所に、メイクアップの可能性を押し広げる全5色展開。丸みのある柔らかいアプリケーターで狙った場所に光を集め、簡単に均一に濃淡調整も思いのままに叶えます。続いてこちら、ディオールスキンフォーエバートーンアップグロークッションライラックアプリコット。素早く肌色を補正し、自然に明るく艶やかな肌に仕上げるメイクアップベース。メイクの上から日焼け止めのタッチアップにも。フローラルスキンケア成分配合で明るいフレッシュな光のベールで包みながら一日中潤いを守ります。スキントーンに合わせて選べる2つのシェード展開。01アプリコットはオレンジ系シェードが暗いグレーのくすみを補正。02ライラックはライラック系ピグメントが木くすみを補正。レフィルトケースは別売りとなっており、今回は限定ケースと合わせてご紹介していきます。それでは早速大注目の新作リキッドハイライト、ディオールスキンフォーエバーグローマキシマイザーからご紹介していきます。こちらはハイライトとしてはもちろん、ベースや目元、チークとしても使えるアイテムということで、手元で見た感じ、それぞれのカラーで発色やラメの大きさなどが異なっていたので、まずは程よい色づきだったピンクとゴールド、しっかりカラーが発色したピーチとロージー、そして一番強いパールやラメの艶めきを感じたパーリーをそれぞれ半缶ずつの C ゾーンに塗って、まずはハイライトとして塗ってみた時の違いを比較していきたいと思います。それではこちら側に1色目、ピンクです。グローマキシマイザーはこんな感じで、同じシリーズのフォーエバーコンシーラーのようにチップがかなり太めで、先端の部分にしっかりと液を含んでいるので、チップのまま直接塗るのではなく、一度手の甲に出して指になじませてからタップするように重ねていくと量を調整しやすいです。他のブランドのリキッドハイライトよりも少し重さがあって肌にピタッと密着するようなクリーミーなテクスチャーです。軽くてみずみずしいタイプのリキッドハイライトだとベースに塗っているファンデーションがよれてしまうという時にも、こちらはピタッと密着してくれる感じがするので使いやすいです。ツヤ感は意外と程よくてとても上品だなと思います。はい、まずはこちら側半分にピンクを塗ってみました。
手元で見た時と同様、少し重さと膜感のあるクリーミーなテクスチャーが肌にピタッと密着してくれるので、目の下に広範囲に塗ってみましたが、ギラギラツヤツヤしすぎず、内側からほんのりと発光しているような、とても自然で絶妙なツヤを演出してくれます。フェイスパウダーまで塗ってある肌の上に結構しっかりと重ねてみましたが、近くで見てもこんな感じで、とても綺麗に馴染んでくれていますよね。微細なパール感でほんのりとした発光感と陶器のような滑らかなツヤを演出してくれています。綺麗に肌にフィットしてくれるので、毛穴や凹凸も全然悪目立ちしていないです。リキッドタイプのハイライトの発光感やツヤ感は好きだけれど、あまりツヤツヤしすぎる質感は苦手という方にとてもおすすめなんじゃないかなと思います。さりげなくてものすごく綺麗だなと思います。そして質感としても伸ばしていくとすぐに肌に密着して表面はサラサラに仕上がってくれるので、上からフェイスパウダーなどを塗らなくても快適に過ごせそうです。ピンクのカラーは手元で見るともう少し血色を感じましたが、肌の上にのせると少し白っぽいニュアンスを含んだ透明感抜群のピンクに発色してくれます。1色目からものすごく綺麗です。続いて反対側にはゴールドを塗っていきます。ゴールドはこんな感じで、やはりピンクと同様発色がかなりナチュラルだったので、自然なハイライトとして活躍してくれそうです。ディオールだと 2N のカラーのファンデーションを使っている私の肌だとかなり自然に溶け込んでくれます。はい、こちら側にはゴールドを塗ってみました。ゴールドも反対に塗っているピンクと同様、発色はかなりナチュラルだったので、C ゾーンにハイライト使いするのがおすすめかなと思います。ただ、ゴールドの方がこんな感じで、肌なじみのいいベースにゴールドの微細なラメがキラキラと輝くので、ピンクよりもさらに立体的なツヤを感じられます。ベースのカラーはこうして見るとかなり馴染みがいいですが、元々の肌の色が明るめな方にはもう少しヘルシーなニュアンスが見えやすいかなと思います。手元で見た時はピンクもゴールドも大体同じくらいのツヤ感かなと思いましたが、中に入っているパールやラメの大きさでカラーはもちろんツヤにも違いを感じることができました。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見るとピンクにも微細なラメの輝きを感じることができましたが、それでもやはり比較をしてみるとゴールドの方がラメの粒が大粒な感じがします。自然光で見てもどちらもギラつきすぎずにとても綺麗です。続いてしっかりと発色が楽しめるピーチとオンライン限定色のロージーです。まずはこちら側にピーチを塗っていきます。ピーチはこんな感じで肌の上にのせると一度塗りだとそこまでカラーが強く出すぎる感じがしないので、血色感が欲しい時のハイライト使いとしても活躍してくれそうです。そしてこちらも1色目にご紹介したピンクと同様、ラメはかなり微細で自然なツヤを楽しめるような質感です。続いて反対側にオンライン限定のロージーを塗っていきます。ロージーは全5色の中でも一番しっかりとカラーの発色を楽しめました。一度塗りでもこんな感じでかなりしっかりとカラーが乗るので、こちらはハイライトというよりもチークやアイシャドウ使いに向いているのかなという印象です。なじませていくとパールやラメはあまり感じないタイプですね。はい、こちら側にピーチ、反対側にロージーをそれぞれ目の下の広範囲に塗ってみました。やはりこちらの2色は先ほどご紹介したピンクとゴールドよりもさらにカラーの発色を楽しむことができました。ただ、こちら側に塗っているピーチはこんな感じで、何度かしっかりと重ねてもほんのり血色感を感じるようなハイライトとしても使えそうなニュアンスなのに対して、オンライン限定のロージーはハイライトというよりもチークやアイカラーなどのしっかりカラーを楽しみたい時に使うのがおすすめかなという印象です。それぞれの質感についてはこんな感じで、ピーチは程よく血色感も与えてくれるようなピーチカラーのベースに微細なシルバーのラメで透明感をアップさせてくれています。少しヘルシーな印象によりがちなピーチカラーもこのシルバーラメの効果でしっかりと透明感を与えてくれるところがとても綺麗だなと思いました。反対にロージーはレッドのニュアンスが強めの血色感カラーで、こ
ちらはナチュラルなラメツヤ感のピーチよりもさらに自然で、パールやラメで作ったツヤではなく、リキッドタイプ特有のつるんとした自然なツヤを演出してくれています。しっかりとカラーを楽しむことができる2色ですが、質感がとても上品なので、馴染みも良く、いろいろなシーンで活躍してくれそうです。はい、外の自然光で撮影しています。やはりこちらの2色は自然光で見てもどちらもラメやパールはかなり自然でした。ただやはりピーチは自然光で見るとより透明感をしっかりと感じる微細なシルバーのパールがわかりやすくて、ロージーは顔を動かした時にキラッとアクセントで輝くような仕上がりでした。最後は全5色の中で一番パールとラメの艶を感じたパーリーをご紹介していきます。パーリーは一番ベースのリキッドがみずみずしいテクスチャーだなという風に感じました。肌の上でもこんな感じでみずみずしく伸び広がる感じがします。ただタップしていけば他のカラーと同様にしっかりと肌に密着していってくれます。大粒のラメを楽しめますが、意外と派手になりすぎなくてとても綺麗です。はい、こちら側半分にはパーリーを塗ってみました。やはり今回発売された全5色の中で一番パールやラメの輝きを感じることができましたが、パーリーは他のカラーと比べるとベースのリキッドがかなりみずみずしいなと感じたので、近くで見てもこんな感じで、ベースには軽やかな透け感とつるんとしたツヤが乗って、その上にラメとパールが輝くような感じなので、ラメ自体は大粒ですが、そこまで派手になりすぎないところがとても計算されているなと思いました。こちらも肌にピタッと密着していますが、他のカラーよりも少しみずみずしいしっとり感が残ります。華やかなツヤを出したい時や透明感をアップさせたいという時にとても綺麗です。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見るとベースのリキッドのツヤと大粒のホワイトラメの輝きをしっかりと楽しむことができました。ただそこまで全体が白っぽくなってしまう感じでもないので、ホワイト系のハイライトの中ではかなり使いやすい方なんじゃないかなと思います。全色を比較するとこんな感じです。パールのツヤやラメを一番しっかりと感じられたのはパーリー。続いて微細なゴールドラメがしっかりと輝くゴールド。ピンクとピーチはかなり微細なラメでギラつかない自然なツヤを与えてくれる印象。そしてロージーは一番パールやラメを感じにくいリキッドのつるんとしたツヤのみを感じるような印象でした。続いてこちらのアイテムのハイライト以外の使い方をご紹介していきたいと思います。まずはファンデーションを塗る前にツヤを仕込むベースとして使うのもおすすめとのことだったので、カラーや質感的にベース使いに向いていそうだなと感じたピンクとピーチをそれぞれ塗ってみたいと思います。現在、ディオールスキンフォーエバーベルベットベールで肌表面を整えている状態なので、まずはこちら側の目の下から顔の中心部分の広範囲にピンクを塗ってみたいと思います。ベース使いをするときは広範囲に塗っていきたいので、付属のチップで直接目の下にスッと乗せて、全体にタップするように広げていきます。肌にピタッと密着してくれるテクスチャーなので、下地使いにもとても良さそうです。タップするようになじませていくと、全体に透明感あふれる綺麗なピンクのツヤが乗ってくれます。ただやはり肌全体にのせてもこんな感じで、そこまでギラつかないので、とても使いやすいと思います。続いてピーチも同様に塗っていきます。ピーチもピンクよりもしっかりとカラーが乗る感じはしますが、肌の色に近いニュアンスなので、肌色を自然に補正してくれる感じがします。そして何よりもピーチには透明感をアップさせてくれる微細なシルバーラメが入っているので、自然に透明感も与えてくれて、こちらもとても綺麗です。はい、まずはそれぞれ広範囲に塗ってみました。カラー補正も程よく、ツヤ感もパール入りのツヤ下地を塗った時くらいの印象で使えます。ではこの上にディオールスキンフォーエバーフルイドグローを塗っていきます。カラーは標準色の 2N です。ファンデーションを重ねていくと、特にファンデーションが伸ばしにくくなってしまったり、ベースからよれてしまうということもなく、綺麗に馴染んでくれるので、
テクスチャーの相性としても抜群です。フォーエバーファンデーションにさらに内側から綺麗なツヤが出る感じがします。ピーチもテクスチャーは同様なのでしっかりと伸ばしやすいです。はい、こちら側にピンク、反対側にピーチをそれぞれ下地とファンデーションの間にツヤを仕込むベースとして塗ってみました。仕上がりとしてはこんな感じで、フォーエバーフルイドグローにさらに滑らかなツヤを与えてくれて、下地として仕込むのもとても綺麗だなと思いました。どちらもクリーミーで少し重さのあるテクスチャーだったからか、近くで見てもこんな感じで毛穴が悪目立ちしてしまうということもなく、とても綺麗に馴染んでくれています。こういったリキッド系のツヤアイテムを仕込むと、どうしても毛穴が気になってしまうという方にも安心して使いやすいと思います。そしてそれぞれのカラーの特徴としては、ピンクは全体的に穏やかなツヤで、ふんわりと柔らかい印象の肌に仕上げてくれていて、反対にピーチは自然なカラー補正効果で肌にメリハリをつけつつ、顔の中心にはシルバーの微細ラメで透明感を与えてくれていて、立体的な顔に仕上げてくれています。ベース使いもとても綺麗で、個人的にもとてもおすすめです。続いては一番高発色だったオンライン限定のロージーをチークとアイカラー使いしてみたいと思います。しっかりとカラーが乗ったので、チーク使いをするときも指に取ってタップしていくのがおすすめです。2本の指でトントンとタップするように広げていくと、滑らかなツヤを感じる血色チークに仕上がっていきます。続いてアイカラーとしても塗っていきます。トントンとタップするように密着させていくと、こんな感じでしっかりと目元にも発色してくれますね。レッド寄りのローズカラーがとても可愛いです。はい、オンライン限定色のロージー、チークとアイカラーに使ってみました。それぞれこんな感じで、頬にもまぶたにもしっかりと発色してくれました。こういったリキッドタイプのカラーアイテムは、みずみずしすぎるテクスチャーだと、重ねていくことにベースがよれてきてしまって、なかなかうまくカラーが出せないというものも多いですが、こちらはクリーミーで重さのあるテクスチャーが肌にしっかりとフィットする分、重ねていくとより綺麗にカラーが出てくれたので、チーク、アイカラーとしてもかなり使いやすかったです。程よくヘルシーさも感じられる赤みの強いローズカラーがとても可愛いです。頬もまぶたもなじませていくとすぐにさらりとした質感に変化するので、特に目元はベースに仕込むアイシャドウとしても使いやすいんじゃないかなと思います。そして最後、ハイライト使いにおすすめのゴールドとパーリーをそれぞれアイカラー使いしているロージーの上に重ねてみたいと思います。まずはゴールドです。黒目の中心部分にトントンとタップしてのせていくと、目元にも自然なハイライトとしてツヤを演出してくれます。やはりこちらも重ねていってもよれることなく、綺麗にグラデーションを楽しめますね。反対側はパーリーをのせていきます。パーリーは他の4色よりも少しみずみずしいテクスチャーなので、重ねていくとどんな感じになるかなと思いましたが、意外と綺麗に馴染んでくれます。はい、ロージーの上にこちら側にはゴールド、反対側にはパーリーを重ねてみました。それぞれこんな感じで、ゴールドは程よいツヤとゴールドのラメをアクセントにした大人っぽい仕上がり。対してパーリーは濡れたようなツヤと大粒のパールやラメをしっかりと楽しめる華やかな目元に仕上がりました。パウダータイプのアイシャドウのアクセントとして重ねるのにも活躍してくれそうです。はい、まずはこんな感じで大注目の新作リキッドハイライト、ディオールスキンフォーエバーグローマキシマイザー全5色をご紹介していきました。ロージー以外の4色はハイライト使いにとても向いていましたが、特にピーチとピンクはファンデーションを塗る前のツヤを仕込むベースとして使うのにもとてもおすすめ。ロージーはチークやアイカラーなどしっかりとカラーを楽しみたい時に使うのがおすすめという印象でした。何よりもツヤの質感がとても絶妙だったなと思います。続いてはこちら、ディオールスキンフォーエバートーンアップグロークッションをご紹介していきます。こ
こちら側にアプリコット、反対側にライラックを塗ってみて、それぞれのカラーや質感などについてご紹介していきます。まずはこちら側にアプリコットを塗っていきます。ディオールフォーエバーシリーズは先ほどご紹介したリキッドハイライトもそうですが、少し重さのあるクリーミーなテクスチャーが肌にピタッと密着するアイテムが多いですが、こちらのグロークッションはかなりみずみずしくて肌にスッと馴染んでいくような質感です。クッションタイプなので下地を均一に塗るのが苦手という方にもかなり使いやすいと思います。続いてライラックです。ライラックもアプリコットと同様かなりみずみずしい質感です。白っぽくて青みがしっかりと効いているライラックカラーなので、少し塗るだけでもこんな感じで綺麗にトーンアップしてくれます。ただ質感自体がみずみずしくてスッと馴染んでいくので、白吹きしてしまう感じはしなくて使いやすいです。はい、フォーエバートーンアップグロークッション。こちら側にアプリコット、反対側にライラックを塗ってみました。まだ下地のみの状態ですが、どちらもしっかりとカラー補正効果がある分、気になる赤みや色ムラなどをしっかりとカバーしてくれていますよね。そして何よりもこのみずみずしいツヤがとても綺麗です。ただ近くで見るとこんな感じで、みずみずしい質感が肌にピタッと密着してくれているので、厚塗り感はなく程よく保湿をしてくれています。ディオールのフォーエバーシリーズの中では一番みずみずしくて軽やかな仕上がりなので、軽いつけ心地の下地が好きという方や、クリームよりも水分っぽい保湿感が好きという方に特におすすめなんじゃないかなと思います。そしてそれぞれのカラーについては、こちら側に塗っているアプリコットは見た目だとこんな感じで、ファンデーションカラーのような少し濃いめのカラーがつくのかなというふうに思いますが、肌の上にのせると気になる赤みや色ムラを自然にカバーしつつ、肌の色を変えずにそのままカバーしてくれている感じだったので、元々の肌の色が明るめの方にも使いやすいんじゃないかなと思います。反対にライラックは見たままのような白っぽい青みを感じるライラックがしっかりとつくので、こんな感じで近くで見ても木くすみをしっかりと飛ばしてくれて透明感のある肌を演出してくれます。しっかりとトーンアップはしてくれますが、軽くてみずみずしいテクスチャーな分、首から浮く感じもあまり気にならないです。ではこの上にディオールフォーエバーフルイドグローを塗っていきます。少し膜感のあるファンデーションがみずみずしい下地でこんな感じでより伸ばしやすくなります。フォーエバーシリーズのファンデーションはカバー力が高くてクリーミーなテクスチャーなので、下地で程よくみずみずしさを与えてくれてかなり相性もいいです。はい、こちら側にはアプリコット、反対側にはライラックを塗った状態で、上からディオールスキンフォーエバーフルイドグローファンデーションを塗ってみました。こちらのファンデーションはもともとツヤツヤしすぎない滑らかなツヤ肌に仕上がるタイプでしたが、今回の新作クッション下地と組み合わせるとこんな感じでみずみずしくて濡れたような生き生きとしたツヤ肌に仕上げることができました。近くで見てもこんな感じで頬の高い位置などにしっかりとツヤが乗っているのがわかると思います。そしてこちらの下地はカラー補正効果も高かったので、コンシーラーなしでもしっかりと気になる部分をカバーしてくれています。ファンデーションをツヤツヤに仕上げたいという時に特におすすめな下地です。カラー補正については、アプリコットは肌の色を邪魔せずに自然に補正してくれるような仕上がり。ライラックはファンデーションを塗ると明るさが自然に抑えられつつも、顔の中心などにはしっかりと透明感を感じられるような使いやすいトーンアップ効果でした。このみずみずしいツヤと塗り心地と適度な保湿感もあって、SPF45 PA2+というのはとても嬉しいアイテムですよね。ファンデーションを塗った後の肌をそれぞれアップで比較するとこんな感じです。それでは同じシリーズのクッションパウダーをブラシで軽く塗って、これから約4時間ほどマスクのまま過ごして、崩れについてどんな感じなのか見ていきたいと思います。みずみずしくて保湿感もありますが、ピタッと肌に密着するようなタイプなので、崩れにも期待できそうです。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしましたので、崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じでした。
みずみずしい保湿感も持続して、ツヤが綺麗に出るタイプの下地でしたが、軽くて肌にスッと馴染むテクスチャーだったからか、こんな感じで、全体的に少しだけファンデーションが薄くなっている感じはしますが、マスクの摩擦も気にならずに、テカリやよれも気になることなく、快適に過ごすことができました。つけている間も水分で肌を保湿してくれている感じがしたので、乾燥が気にならないのはもちろん、皮脂やベタつきも対策してくれていたんだなと思います。それぞれのカラー補正については、こちら側に塗っているアプリコットは自然に肌の色に馴染んでいますが、ライラックは4時間後も自然に肌の木くすみをカバーしてくれていて、明るく保ってくれていますよね。時間が経つとくすみが気になるという方は、特にこちら側に塗ったライラックのカラーが使いやすいんじゃないかなと思います。そして肌表面を触った感じも、成分による程よい保湿感で、もっちりふっくらとした肌には保ってくれていますが、ベタつきは気にならなかったので、これからの皮脂や崩れが気になる時期にも安心して使えるんじゃないかなと思います。ディオールの下地の中でこういった水分で保湿してくれるタイプは珍しい印象だったので、とても使いやすいと思います。アップで比較するとこんな感じです。そして最後に、こちらのトーンアップグロークッションは、日中のメイク直しや日焼け止めの塗り直しとしても使えるアイテムということですので、4時間過ごした後の肌の上に重ねて綺麗に馴染むのか見ていきたいと思います。あまり崩れは気になりませんが、一度ティッシュで肌表面をオフして、まずはこちら側アプリコットでお直ししていきます。アプリコットはもともと肌の色に近いようなカラーがついていたので、ファンデーションの上から重ねてもベースのファンデーションがよれてしまう感じがしなくて、ある程度のカバー力が出てくれます。質感としてもみずみずしいタイプなので、ハイカバーなファンデーションの上から重ねてもこんな感じで汚く溜まってしまうこともなく、しっかりと密着していってくれますね。ただやはりベースに塗っているファンデーションが少し薄まる感じは気になります。続いてライラックです。ライラックはこんな感じでカラーがしっかりと乗るタイプなので、上から重ねると肌に明るさと透明感をもたらしてくれます。こちらも綺麗に馴染んでいきますが、やはりこういったファンデーションでカバーしたニキビ跡などは少し透けてきてしまう感じが気になりますね。はい、こちら側にはアプリコット、反対側にはライラックをそれぞれファンデーションの上にお直しとして重ねてみました。まず質感としては塗りたてのようなツヤが綺麗に復活してくれて、近くで見てもこんな感じでベースに塗っているファンデーションが汚く溜まってしまったり、よれてしまうことがなく、毛穴も綺麗につるんとカバーしてくれています。ただやはりどうしてもファンデーションでカバーをしたこういったニキビ跡などの部分は、ファンデーションが薄まって透けてきてしまうので、UV クッションでお直しした上からさらにコンシーラーなどでカバーするのがおすすめかなと思います。ただ質感としては毛穴落ちもせずにとても綺麗なので、メイク直しの際に自然に顔に明るさやツヤを足したいという時にも活躍してくれそうです。アップで見るとこんな感じです。はい、ではこんな感じで3月1日発売、ディオールの新作リキッドハイライト、ディオールスキンフォーエバーグローマキシマイザー、オンライン限定色含む全5色とトーンアップグロークッション2色をご紹介していきました。どちらのアイテムもさすがディオールのフォーエバーシリーズという感じで、仕上がりはもちろん使い心地も良かったですが、UV クッションはフォーエバーシリーズの中でも珍しいみずみずしくて軽やかな質感だったので、いろいろな肌タイプの方に使いやすいんじゃないかなと思います。そして大注目のリキッドハイライトもカラーごとにツヤの質感も違うところがとてもいいなと思いました。いろいろな楽しみ方ができるアイテムでしたので、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。